ビチュアさんのビースト。没入感ね、すごいですね。おー、やば。ちょっと見てほしい。あ、めっちゃ 3D になってる。どういう技術？なんで？本当に、なんで？結構感動しますね。近未来感を体験してほしい一品だなと思いました。どうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーん。こちらがですね、私が今まで手を出したことがない XR グラス。スマートグラスと呼ばれる VR ゴーグルみたいな感じで、見た目はメガネなんですけど、そのメガネのレンズ越しに接続したデバイスの映像が見れるというですね、最近話題となっているガジェット。こちらをビチュアーさんというメーカーさんからご提供いただいたので、レビューしていきたいと思います。で、今回はこちらビチュアーさんのビーストという種類のスマートグラスと、あとこちらですね、XR グラス用レンズフードっていう多分ね、外で見るときにカバーとなるようなオプション品があるので、こちらもご提供いただきました。あとですね、こういうね、かわいいピンバッジとかステッカーとかこちらもいただきました。かわいいです。で、このビチュアさんですね、何種類かスマートゴーグル発売しているんですが、こちらのビーストが2025年の2月25日に発売された、現時点での最新モデルとなります。ビーストのモデルっていうのは、シリーズの中で最大の視野角ですね、の58度を誇る没入感重視の XR グラスとなっているそうです。なので、このビーストですね、大画面で見たいっていう人に特化したシリーズになってるのかなと思います。これね、私にとってかなり未知の製品なので、使ってみるのが楽しみです。で、なんかドローンの空撮するときに、いつも空撮するときとかってこのディスプレイの映像を見ながら飛ばしてるんですけど、その映像をこうゴーグルに映して飛ばしたりとかっていう使い方もできるそうなので、そういう使い方もしてみたいと思います。では、早速ですね、ちょっと開けて中身見ていきたいと思います。開けるのはここからピリッといけるっぽいです。わーい。こういうの開けるときってワクワクしますね。じゃじゃん。お、これが簡単な説明書になってるのかなですね。で、裏側にどのボタンを押すと何ができるよみたいなことが書かれております。使いこなせるかなちょっと心配。で、中身こんな感じですね。わーい。入っているものが、こちら、じゃじゃーん。イェイ。すごいツルツルしてる。丸っこくて可愛い感じです。で、オープン。おー。すごいね、高級感ある感じですね。で、こんな感じで入っております。かっこいい。結構やっぱね、しっかりしておりますね。こんな感じなんだ。で、入ってるのが、まず、メガネ本体と、このハードケースと、あと、ここね、なるほど。ここですね。パカって開けると、ここにね、タイプ C ケーブルが入っております。収納がすごいスマートです。あとは、この箱の中にも、これ、なんだろう。こんな感じ。で、クイックスタートガイドが入ってるのと、これもかなと、あと、これは、ね、ここに、なんかね、カメラかながあるので、多分これをカバーしたいときに貼るやつだと思います。と、安全ガイドライン、メガネ拭きかなが入っております。スタートガイド。
クイックスタートガイドはですね、日本語もあります。安心ですね。あと、こっち側ですね。こっち側に、こんな感じ。落ちそう。ノーズパッドとレンズフレームも入っております。こんな感じです。で、このビーストに接続できるデバイスなんですが、まず、パソコン、USB-C 対応のノートパソコン、および MacBook と Android、iPhone のスマホ、あとはね、スイッチとスイッチ2ドッグにもつなげられるらしいです。あとは、ビチュアプロネックバンドっていう、ビチュアの製品だったり、タブレット端末。これは USB-C 対応の iPad とか、互換性のあるタブレット端末。とか、あとゲーム機ですね。Steam Deck とか、Asus ROG アリーとか、あとはね、プレステとか Xbox とか HDMI 出力対応パソコンとかも接続ができると。結構いろいろつなげられそうですね。ちょっとね、早速スマホにつなげて、なんか動画とか見てみたいと思います。こんな感じです。重さはね、そんな重くないです。で、これを取って、かけると、こんな感じです。似合いますかね早速 iPhone で使ってみたいんですが、ここ Type-C 挿すところがあるので、Type-C ケーブルこうですね。挿して、で、私のスマホが iPhone、なんとまだ13なので、ライトニングですね。を挿してみます。で、挿しました。で、電源オンとかどこなのかな。で、ここで秘宝なんと私 iPhone13 とつなげようと思ったところ、対応機種が iPhone15 以降でした。残念ということで iPhone じゃなくて Mac とつなげてみようかと思います。そろそろ iPhone も買い替えようと思います。で、この辺にね、いろいろスイッチがあって、ここで音量調整したりとか、メニュー選んだりとか、っていうことができるみたいです。近未来感ある。こちらの付属のタイプ C2C ケーブルですね。を、こうつけて、こちらをパソコンにつなぎます。そうすると、パソコン側にアクセサリーの接続を許可しますかというダイアログが表示されたので、OK を押します。ほい。で、許可、すごい。まず、言語を選べっていうのが出てます。で、確認する。で、ちょっとこれね、見てほしいな。こんな感じで、言語を選んで、で、L1 押してねっていうのが出てます。こんな感じです。で、ユーザーガイドが出てきました。こんな感じで、押したボタンの説明が出てきております。で、何やらキャリブレーションをせよと出てきたので、ちょっと10秒間置いております。今ですね、Mac の画面を表示させてるんですけど、没入感ね、すごいですね。すごい大画面です。面白い。これ動画見るのにめちゃくちゃ良さそうです。あと、ここ R1 のボタンを押すと、こうね、画面を固定、例えばここに画面固定して、下向いたら普通の、外の景色が見えるみたいなのと、あともう一回押すと、このパソコンの画面がこう下向くとついてくるモードと、もう一個がメガネ越しに Mac の映像固定ですね。という3パターン切り替えることができます。これはいいですね。めっちゃ映画見るの良さそう。大画面、映画館にいるみたいな感じの大画面です。あとは、ちょっとだけここ熱くなるかなって感じですね。まあでもそんな熱いって感じではないです。
あとこいつですね、バッテリーは特に入っていなくって、ここ、繋いでる間給電するというタイプになります。あとは、こちらの注意点としては、自動調整ができないので、購入時に近視だったり遠視のレンズを1個付けれることができるので、それを付けてこの中に入れるといったことが必要になります。はい。というわけで、こちらね、これでドローンも飛ばしてみたいと思います。ここで一つ残念なお知らせなんですが、私が持ってるドローンのプロポ、これ RC2 ですね。Air 3S についてる RC2 だと、なんと、こちら、ビーストとは完成がないみたいで、繋いでみたんですけど、映像が映りませんでした。残念。RC2 じゃなくて、RC プロだったら映るという情報があるので、今度どなたかの RC プロで試してみたいと思います。で、ここでこのビーストのですね、推しポイントをチェックしていきたいと思います。で、こちらですね、ビーストの便利な11機能というのがまとめられているページがあったので、こちらチェックしていきたいと思います。まずですね、こちら、ビチュアのビースト XR グラスは VGP2026 サマーを受賞しました。ということで、金賞企画賞ですね、を獲得しております。で、何がすごいのかというと、やっぱね、視野角ですね。とか、映像美とか最先端の知性といったところで見ていきたいと思います。まず推しポイントとして、ウルトラワイドですね。そう、私も見て、もう映画館みたいって言ったと思うんですけど、こんな感じでこう、ワイドに見えるっていったところだったり、フルスクリーンですね。大画面を楽しめるといったところが、まず推しポイント。と、あと、映像のモード。これも途中で話したんですけど、空間に固定するアンカーモードだったりとか、スムーズフォロー。こう動いた時、滑らかについてくるこのスムーズフォロー。とか、あとは、ゼロドフフォロー。どこを向いても画面を見失わないような設定ですね。あとはサイドモード。これが画面を視界の端に小さく配置できるような、こういうモードだったりとか、画面サイズも、これも調整できると。あと画面の距離も変えれるというかなり自由度が高い画面になっております。で、私が気になっているのが、この 3D ですね。イマーシブ 3D っていうところで、2D コンテンツをなんと 3D で見ることができるという機能があるので、やってみたいと思います。あとは、オート透過。これボタンポチポチってすると、画面を透過することができるようになってて、映像に集中しているときは、しっかり没入感と思って、周囲を確認したいときは、ちょっと薄くして確認できるよという機能も兼ね備えております。あとは、スマートリセンター。これも位置がずれたら、すぐベストポジションに戻すような機能ですね。といったようなですね、11機能が紹介されております。で、早速、この 3D ですね。の機能をちょっと試してみたいと思います。で、3D の機能ですね。何やら、このビースト、やり方2つあって、1つが、ここに書いてるんですけど、R1 ボタンをカチカチって2回押すと、2D から 3D に切り替わるよっていう機能がありまして、これがですね、SBS 動画というのを再生した状態で、この R1 ボタンをカチカチって2回押すと、3D 表示に切り替えることができるといった機能になります。なんでね、まずちょっとそれからやってみようかなと思います。お、見えてますね。で、SBS 動画なんですけど、これはね、普通にネットで SBS 動画とかって調べると、YouTube にね、サンプル上がってますね。画面がこれね、2つに分かれてるやつですね。例えば、YouTube で適当に探した SBS 動画、再生して、で、再生する前にこのね、R ボタンをカチカチって2回押して、画面を変えて、再生。おーやば。わ。これは、すごい。マジか。ちょっと、見てほしい。これを家で見れるのはね、やばいっすよ。いや、これ動画じゃわかんないだろうな。ちょっとね、見てほしい。いや、無理だよな。いや、でもな、なんか、違うんだよな。いや、これちょっと今ね、メガネ映してるんですけど、
違うんだよな。やっぱ両目で見ないと。伝わらん。いやー、伝わらないですね。これね、すごいっすよ。ちょっと後でゆっくり見ようと思います。いやー、これで体験してほしい。ぜひ見てほしいです。で、もう一つ 3D で見る方法ですね。あって、それが、この 3D モード解除して、こちらに書いてる、イマーシブ 3D モードっていう機能を使って、2D を 3D にすることができます。で、アプリをインストールする必要があるんですけど、私は今回 Mac で見たいので、これですね。ダウンロードをします。ほいで、これを移して、こいつ。はい。で、あ、来た。めっちゃ 3D になってる。これだけで特に設定とかしてないんですけど、すごい 3D。どういう技術？うーわ3D になってるー。どういう技術？マジで。わからん。ちょっと見てほしい、これも。これすごい 3D なのわかります？これ。わかんのかな？めちゃくちゃね、3D なんですよ。あんまわかんないな。これビーストかけてみたら、めちゃくちゃ 3D なんですよ。すごい立体。なんで？本当に、なんで？すげー。おわー。これはね、すごい。結構感動しますね。自分の YouTube の空撮映像だったんですけど、もうめちゃくちゃ立体的に見えました。なんで？いやーすごいなー。いや、これはね、めちゃいいです。すごい。思ったより全然ね、簡単に 3D で見ることができました。っていうのと、めちゃくちゃ良い。3D で見れるのすごいね、楽しいです。こういう世界があるんですね。そうなんだ。あ、いいな。本当に映像を見るの好きな人はすごい楽しいと思います。あと、もう一つ。ここにスピーカーもついております。両方、こっち側にもですね。スピーカーがついていて、で、Mac の場合は、このシステム設定のサウンドのところから出力をビーストのスピーカーに変更することができます。例えば MacBook Air のスピーカーだとこんな感じで曲が流れてたのをビーストに変えると、なんとここからですね、曲が流れてさらに没入感を深めることもできるようになっております。というわけで本日はこちらですね、ビチュアさんのビーストのご紹介でした。いやー、これはね、私ちょっといろんなとこに持っていくので、ぜひ見てほしい、近未来感を体験してほしい一品だなと思いました。これね、一人で楽しむのほんともったいないですね。いやー、楽しかったです。はい。あとね、またドローンのつながるプロポがあったら、これで見ながら空撮もまたしてみたいなと思います。はい。それでは、今日の動画はこの辺で、バイバイ。